はい、こんにちは、テオシンドです。今回ですね、練習の効率がスーパー爆上がりする、方法、ルーパーを練習で取り入れるっていうのを紹介していこうと思います。で、これ僕は結構他の動画でも言ってるんですけど、自分の演奏をですね、録音するしてこの客観的に聞くのってもうすっごい大事なんですね。なんですけど、結構マイクとかだと結構音が部屋でやってても、リバーブがあったりとかやっぱクリアじゃないんですよ。なんですけど、ルーパーを使うとですね、本当にクリアに音のすごい微妙なズレとかも聞こえるんで、シビアに自分で聞けるんですね。で、これですね、使うのコツはステレオルーパーを使うんですけど、ここら辺をですね、ちょっとこの動画でちょっと説明していこうと思います。では、行きましょう。はい、それでですね、どういうことかっていうと、これちょっとごちゃごちゃしててあれなんですけど、ちょっと図でそれは書こうと思うんですけど、とりあえずベースから、これがBluetooth ですね。Bluetooth で、ここで拾ったやつが、ここに来てるんですけど、LR の。で、これはちょっとややこしいんです。いろいろと揃っちゃってるんですけど、本当はベースがここに来て、単純なことでベースと Bluetooth がここに来て、で、こっから出たやつが、このまま、練習用のベースアンプ。これ僕使ってる練習用のちっちゃいベースアンプなんですけど、こっちがそのオーグジュアリーですね。その Bluetooth から来た信号が入って、こっちはベースの信号が入るって感じです。これをですね、やると、ドラムジェニアスっていうアプリがあるんですけど、これ例えば、再生するとそのまま弾けるわけですね。ちょっとこれでちょっとベース弾いてみますね。どんな感じでやるのかはちょっとベース弾いてるところ見せられないんですけど、ドラムマシン先オンにしますよね。で、普通にルーパーを弾きながら練習するって感じですね。でドラムマシンを止めてこうルーパーをオンに今再生してるんですけど、これちょっと適当にアドリブで弾いたんであれなんですけど、自分が練習してるベースラインを弾いてですね、リズムのズレがあるかどうかを聞くんですけど、で止めるときは普通にこれ2回押せばパッと止まるんで、だからもう足だけでこう全部操作できるんで、いちいちですかね、ボタンを押したりしなくていいから、本当ちょっとしたベースライン練習するのに本当楽なんですよ。だからどれだけこの手間を省くと、やっぱり録音するのがいちいちめんどくさいとやらないじゃないですか、僕の経験から。だからこのルーパーが取るようになってて、常にいつでも録音できるみたいな状態になってる。でも消すのはこれ長押しすればこれで消えるんで。はい、ということですね。で、さっきやってた使ってる Bluetooth なんですけど、Bluetooth のレシーバーはですね、そのミニジャックがあるやつじゃないとダメなんですけど、これもですね、僕ブログ書いてるんですけど、ブログの方に、僕の使ってるのとほぼ同じ Bluetooth のレシーバーも載っけてますので、それをちょっと見てもらってですね、またそのリンクから買ってもらえると多少にですね、僕にも利益が入るので、皆さんがお金高く払うってことは全くないですよ。ただ僕が利益を多少得られる、ほんのわずかな利益ですけど、僕もこれ活動の足しになりますので、ぜひともお願いしたいんですが、それはそうとしてね。で、おすすめのステレオルーパーなんですけど、僕さっき使ったのが DITO っていう、TC エレクトロニクスのルーパーなんですけど、できるだけシンプルなルーパーの方がいいですね。やっぱり。それか、おすすめするのが BOSS の RC1ってやつもあるんですけど、ほぼ同じですね。ほぼボスのバージョンですね。これはもう好みでいいと思うんですけど、で、ブログの方にも書いてるんですけど、ちょっと違う、もうちょっと機能があるやつあるんですけど、このベースでルーパーとか使うとやっぱり音が低いじゃないですか。だからあんまり音重ねても汚くなるだけなんですよね、音が。でもこれ想像力によるのかもしれないんですけど、でもやっぱりギターとはちょっと違いますよね。ギターとかとエフェクターかけて、やっぱ乗せてっていろいろアンビエントやったりできると思うんですけど、ベースだってやっぱりちょっと音程が低いんでね。
音がやっぱり濁っちゃうっていうのは仕方なくあると思うんですよ。だから皆さんのどう使うかによってその想像力によると思うんですけど、僕はいろいろ使った挙句に戻ったのが本当単純なステレオルーパーですね。単純な。もう場所も取らないし、ちっちゃいんで、っていう感じです。それで、僕が使ってたのがですね、ドラムマシンのアプリがドラムジェニアスってやつなんですけど、これですね、本当実際のライブドラム、結構昔の録音からのライブドラムで、はい。で、僕が使ってたドラムマシンなんですけど、これアプリでドラムジェニアスってやつがあるんですけど、これがすごいいいドラムのアプリで、もうアフロキューバンとかですね、ファンクとかヒップホップとかそういうのもあるし、ジャズもあるし、ワールドミュージックですね、ブラジル系とか、あとオドリズムとか変拍子とかですね、そういうのもいろいろあるし、本当に、有料なんですけど、すごい、高音質なですね、ドラムが録音されてるドラムですので、これを非常にお勧めします、僕が。他にもですね、いろいろなアプリあるんですと思うんですけど、とりあえず、例えばこの Bluetooth 使えば、YouTube とかからの音源をですね、そのままスマホで流したやつをルーパーにつなげられるってことじゃないですか。そういうことも、そういう使い方もできますね。これ僕は常にベースつなぐときにすでにいちいち毎回用意するんじゃなくて、これは常にベースつなげた時にはいつでもボタンを押せるような状態になってて、なんかベースとか練習してる時にですね、常に弾けてるかどうかをちょっと聞き直してですね、聞き直すようにしてます。これだけで自分のですね、ダメな部分にすぐ気づくし、やっぱ自分のダメな部分に気づかなかったら直しようがないじゃないですか。で、マイクとかで録音してもいいんですけど、やっぱそれだと結構なんだかんだやんないことが多いんで、ということでですね、僕はルーパーを非常にお勧めします。ということで、ではまた。